イエット頑張ってるのに下半身と下っ腹が全然痩せない。それ、反り腰が原因です。この動画で一緒に改善したら、短パンやスキニーを自信持って履きこなせます。はい、深呼吸でカロリーゼロ。どうも、なるねです。今日は、反り腰を改善して、自分史上最強の足とお腹を手に入れた方法についてお話ししたいと思います。はっきり言わせてください。ストレッチだけでは反り腰治りません。何？もう最初からね、こんな絶望的なこと言って本当に申し訳ないんやけど、今度こそ本気で反り腰を直してね、自分史上最強の自分になりたい人のために現実を言わせてほしい。逆にね、反り腰を改善していくストレッチプラス、今日なるねが言うことをやっていったらマジで反り腰治るけん。自分史上最強の自分になれるけん。で、なんでそんなことを言い切れるとっていう話をね、これからしていきたいんですけど、私もともと反り腰ひどすぎて、よしダイエットしようと思ってこう YouTube 開いてね、いろんな人のね、筋トレをやっても、全然見た目に変化が出なくて、もうなんなら腰が痛すぎて全然続かなかったんですよ。で、それだけじゃなくて、バイト中も腰が砕け落ちるんじゃねえかっていうぐらいの思いをしたことがあって、立ってても痛いし、朝起きてからも痛かったんですよね、腰が。でも辛すぎるけん、本気で反り腰直そうと思って、いろんな反り腰改善の YouTube をね、見てストレッチしてみたりだとかしたんですけど、もう全然なんかもう治らなくて、最終的に、これはもうね、プロの力を借りるしかないと思って整骨院に行きました。なんですけども、改善されなくて、で、その時の私は情けないことにもうなんで7万円もかかったのに、反り腰治らんと、7万円もじゃあ私も一生反り腰やけん、足痩せもできんしお腹痩せもできんやん、そういう考えをしてしまったわけですよ。でも今日動画でお話しすることに気づいてマジで本当に治りました。そして私が反り腰改善できなかったのは整骨院のせいではなかったんですよ。そもそも私の日常生活がダメだったんだってことに気づかされたんですよね。だってどんなに反り腰を改善しようと思ってストレッチをしたり整骨院に通ったりしても、それって1日の中の数分じゃないですか。だから日常の大半を反り腰になるように生活してしまっていたら、そもそも反り腰絶対治らないんですよ。反り腰になろうとしてしまっている時間の方が圧倒的に長いからです。でもそのことに気づいてから本当に体が変わっていきました。だから今見てくれててね、どんなにストレッチとかいろいろやっても反り腰が全然改善されませんっていう私みたいな人は、私の今日の動画めちゃめちゃ参考になると思います。私ももう反り腰治らんと思ってめちゃめちゃ諦めてたんでね。だから結論から言うと、反り腰を治そうってするのも大事なんやけど、それよりもっと大事なのが反り腰にならないように生活するっていうのが本当に大事なんよね。今日なるねが言う日常生活、反り腰にならないようにする日常生活をやると、その後それね、ストレッチの効果も爆上がりするし、本気で反り腰が改善されていって、自分史上最強の足とね、お腹をね、手に入れることができるから、ついてきていただけたら嬉しいなって思います。で、今日の動画の流れは、1、一緒に反り腰改善のストレッチをやっていきます。で、2、日常生活から反り腰にならない方法を具体的に紹介していきたいと思います。はい、じゃあこの動画1本で反り腰人生に決着をつけて、美しすぎる足とお腹を手に入れていこう。待たせたな。はい、まずね、膝を抱え込んでダンゴムシになる。30秒。反り腰って骨盤が前に傾いて腰のカーブがきつくなっとう状態のことなんやけど、反り腰でやばいのが、綺麗な姿勢イコール腰を反らせた姿勢って勘違いしてる人が多くて、知らないうちにね、反り腰になっとっちゃんね。そのせいでね、変なところに負担がかかって前ももは張っていくし、ふくらはぎは張っていくし、下っ腹は出るっていうもう体が作られてきよっちゃうね。やけんね、腰の緊張を緩和するためにこの体勢になるんやけど、もう腰反らんでもろてっていうね、思いを込めてね、ダンゴムシになってください。はい、次はね、お腹に力を入れてグッと下に下げるを30秒なんやけど、この感覚ってつかみにくいと思うけん、腰の下に手を入れてね、手を腰で潰す感覚でお腹に力を入れると OK。 これのマジいいところは、お腹の奥の筋肉が鍛えられて、下っ腹が本当に出づらくなるけん。私はもうぽっこりお腹が憎くてたまりませんって人は、本当にね、ここにね、力を入れてね、歩いたりとかも日常的にね、気をつけたりするだけでも本当に変わってくるけん、マジでやってほしい。ちょっと待って、みんな呼吸忘れてない？これさ、手を潰すことに意識がいって呼吸忘れるんやけど、みんなちゃんとね、はい、鼻から吸って吐いて、はい、次はね、前ももを伸ばしていきます。20秒ずつ足を曲げてね、後ろに倒れていってほしいんだけど、自分が痛気持ちいいなと思えるぐらいの範囲で大丈夫やけん。前ももって伸ばしたりほぐしたりせんかったら、どんどん硬くなっていって太くなっていくんよね。私元陸上部でただでさえ筋肉ついとったのに、反り腰でさらに悪化するっていう、もう太ももゴツゴツになっとったよ。やけど改善してからは、今まで全然履けんかった短パンも履けるようになって、スキニーも履くのが楽しくなったんよね。はい、反対の足も20秒ね。ここ張っとる人マジで痛いと思うけん、本当に自分がね、痛気持ちいいと思える範囲で大丈夫やけん。こういうのね、大体3日坊主で終わってしまいますっていうなるねみたいな人はね、好きな人とか自分の推しと海でイチャイチャしそうとことか妄想してみて。マジで頑張ろうと思うしてすぐ時間過ぎるけん。本当に思うけどさ、楽しんでやっとうやつには誰も勝てんよね。やけん楽しんでやってこい、一緒に。
すごいぞ。100点満点。お疲れ様でした。はい、こっからはね、日常生活で反り腰にならないたった2つの方法を話していきます。反り腰を改善しようと努力する時間よりも、反り腰にならないように過ごす日常生活の方が圧倒的に長いし重要やけん、一緒に頑張っていこう。1、お腹、溝打ちとお尻の穴に力を入れて過ごす。なぜこれが大事かっていうと、反り腰になっちゃう人って体を支えるための筋肉が弱くて姿勢が崩れて反り腰になっちゃうよね。やけん溝打ちとお尻の穴に力を入れて過ごすようにしたら、正しい姿勢を保つための筋力が勝手に鍛わっていってくれて、反り腰も改善されるし、わざわざね筋トレの時間を作って頑張らなくてもぽっこりお腹が改善されて、さらに食べた後もお腹が出づらくなっていくんよね。もうメリットしかないけんマジでやってほしい。で、なるねが昔やってしまっていた間違いの話なんやけど、姿勢を良くしなさいって言われたら、ここに力入れて、ここに姿勢良くしなさいって言われて、こうクッてなってて、クッてここにバリバリ力入れて、ここにグッて力入ってもうめちゃめちゃ反ってしまってからさ、これしたらどうなるかっていうと、腰がめちゃめちゃ反っとうけん、正しい姿勢風の間違った姿勢になってしまうよね。本人的にはそれが正しい姿勢と思ってしまっとうけん、やけんからこそ腰じゃなくてお尻の穴と溝落ちね、ここに力を入れて過ごしてほしいです。で、よくフォロワーさんたちに聞かれることで、お腹に力を入れるっていう感覚が分かりませんって人がいっぱいおるんよね。だからなるね流の方法を話させてください。方法はこう殴られた時に自分のお腹を殴るっていうよりも、人に殴られる時になかなかねこんなのっていきなり殴られるみたいなことないと思っちゃうけど、想像してほしい。自分にめちゃめちゃ恨みをね持っとるやつが前から歩いてきたとします。で、そいつがもうこうしとったって、こうしとってボンって自分のお腹に来たっていうのを想像して、ってなら今やってほしい。今ってなに、ここ力入るやん。今触って自分で。そしたらもうこの状態をってやっても自分の内臓を守ろうとするけん、力がね入るんよ、勝手に。いつでもね自分のお腹が危険な目にあってもいいように常に準備しとくような感じ。これ結構きついんよね。だけんちゃんと力が入っとうか自信がない人は自分で殴ってみてからね、内臓が痛くなかったら正解です。これがなるね流なんやけど、フォロワーさんが教えてくれたのは、めっちゃきついズボンのチャックを上げるときにってさへこますやん。その状態をずっとキープするってフォロワーさんが言ってた。頭いいなと思って紹介します。はい、次2つ目、ラストです。歩きスマホをしない。これもうほんとやってしまってる人多いと思うんだけど、うつむいて歩くとね、ぽっこりお腹の原因にもなるし、二重顎の原因にもなるんよ。ほんとにいいことないけん。だってさ、歩きスマホしとう人でさ、いい姿勢を保っとう人とかさ、道端で見たことなくない？ってことは自分も絶対いい姿勢保ててないはずなんよ。だってさ、歩きスマホしとる時にさ、この状況をずっと保ちながら歩いていきよう人さ、見たことないやん。絶対にみんなこうなってる。こうやって歩きようよ。ってことはさ、一回自分でこうやってみてほしいんだけど、ほらお腹出とうやろ今この状態。お腹出とうし、もう二重顎もやばくなったのよ。ね。この状態をキープされるのは本当にまずいことなんよね。やけん今日からやめてください。それこそさっき言ったみたいにお尻の穴と溝落ちに力を入れて超いい姿勢で歩いてほしいんだけど、超いい姿勢ってどんな姿勢っていう話をすると、みんなよく言うのは上から吊るされてると思って歩いたらいいよってね、モデルさんのウォーキングとかでねあると思うんですけど、そう言われた時に私別にモデルでもねえしと思って全然なんかイメージが湧かなくてね。で、なるねが発見したのは、スキップにね後ろから見られとうって思ってみて、お尻ね後ろから見られとうって思ったらマジで姿勢良くなるじゃん。これ勝手にいろいろやってきたけど、これが一番やっぱり効力があった。もうね、推しのためにもねいい姿勢キープ頑張ろう。はい、以上なんですけど、1、溝落ち、お尻の穴に力を入れて過ごす。正しい姿勢を保つための筋肉が勝手に鍛えられて、反り腰もぽっこりお腹も食べた後に出るお腹も改善されていくけん、やってみてください。2、歩きスマホをしない。いつも推しに見られてると思いましょう。この2つを注意してね、反り腰にならないように日常生活を送るだけで、反り腰改善のストレッチの効果も日頃のダイエットの努力すらも最大限に体に現れてくるけん、自分磨きが楽しくなります。あとね、反り腰が原因でふくらはぎに変な負担がいって筋肉がついて足がパンパンですって人たちにめちゃめちゃ効いて足痩せ成功者を爆増したマッサージを概要欄に貼っておくので一緒に頑張らせてください。高評価、特にコメントいつもありがとう。最近コメントを読むのを楽しみに生きてます。これからも自分史上最強の自分になるためにやってきたことをじゃんじゃん発信していくので、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあ行きます。待ってろよ、今日より可愛い明日の自分。お疲れ様。